こんにちは、たかしです。それではポンド円とドル円の相場の見通しをやっていきましょう。まずはポンド円の冷やしからです。現在大きな流れとしては下落トレンドという話をしてました。そこから今のこの上昇っていうのは調整の動き、そしてこういう動きを想定しております。ただここから下落するかどうかわかりませんので、基本的な流れとしてはこういう動きをしているんだというところを思っておいてください。その中で現在の動きを見ていくと、GMMA の青帯でサポートされているという話をしましたよね。ですので、ここからの動きが今、GMMA でサポートされてこう上昇していけるのかどうかっていうところを見ております。ただ直近ではこれダブルトップみたいな形になってきてますよね。こういう形になってますので、もしこれダブルトップで下落するのであれば、先ほど言った大きな動き、大きな下落になっていくと思いますので、ここからのこういう下落ですよね。その動きを見ておいてください。そして逆にダブルトップにならずに上抜けた場合はこの直近の高値、このあたり、196円付近を目指して上昇していくと思います。では4時間足です。先ほど見ていた冷やしのダブルトップはこことここの高値を見ておりました。今ちょうどその中で気づくことがありますよね。こちら側ダブルトップの左側があって、さらにこれ右側でダブルトップを作ってきているんですね。これが完成するとかなり落ちていきますので、まずはこの金曜日の高値、そしてこの直近の高値、ここを週明け上抜けるのか、それとも上抜けられずに下落するのかっていうところを見ておいてください。インジケーターはストキャスティクス高値圏にあるってことは基本的には下落しやすいので、ダブルトップから下落していく可能性は十分あると思います。ただし、とは言いましても4時間足は現在上昇トレンド中なんですね。ですので、この流れですね、ここからこういう上昇トレンドを作って、押しを作った。そしてもう一回今上昇してきているところですので、この黄色丸の高値を上抜けると上昇トレンドは継続していきますので、今その上昇トレンドを崩すのか、それともそれが継続するのかという節目にありますので、月曜日の動きよく見ておいてください。では1時間足です。今の4時間足の話を聞いたら、あとは考え方は単純ですよね。まずはこれダブルトップになるかどうかっていうところを見ておいてください。ですので金曜日の高値を明確に上抜けられない限りはダブルトップでの下落。そしてダブルトップで下落してきた場合、ここネックラインが意識されますので、そのあたりからの反発をイメージ。もちろんこれ下抜けてくると大きく下落していきますので、その場合は下落に乗っていけばいいと思います。そして逆に上抜けた場合ですね、金曜日の高値を上抜けてからでもいいんですが、もう一つ上に高値がありますので、193.7 付近ですね。これが日足でダブルトップと言っていた左側の山の高値になるんですが、ここの白いライン、ここを上抜けてからの上昇についていく方がいいと思います。では次はドル円を見ていきましょう。こちらも下落トレンドですね。ポンド円と基本的には一緒。今は調整の上昇、ここからのこういう下落をまずは想定しておいてください。ストキャスティクスもそろそろ高値圏です。ただ、これ上抜けてくると、この下落トレンドを崩していくという話をしてましたよね。こういう感じの動きも想定できますので、今ちょうど GMMA にぶつかってますので、ここから下落するのか、上抜けるのか、それがどちらになるのかっていうところを見ている最中です。では4時間足です。こちらもダブルトップみたいな形になってきているんですね。ここから下落していくのか、それともここを上抜けてくるのかっていうところを見ておいてください。そして現在は日足の GMMA にぶつかってます。この辺にありますので、ここから下落していけるかどうか、もしくはこのまま上抜けてくるのかっていうところですね。今、基本的にはダブルトップが意識されて金曜日は下落してきました。金曜日最終ちょっと反発してますが、この反発が月曜日どうなるのか、今言ったみたいにこういう上昇になるのか、それともダブルトップからの下落になっていくのかっていうところを見ておいてください。基本は GMMA の青帯の上にありますので、下がってくれば押し目買いが入りやすくなります。金曜日ここからこう反発する可能性もあるんですが、そうではなく今 GMMA との乖離がもうちょっとありますので、もう一段のこう下落をしてから上昇するかもしれない。基本は GMMA が上向きなので、上昇していく可能性も十分ありますが、ダブルトップをきれいに作ってきてますので、この動きがどうなるかどうか、ここ上抜けてくると、日足の GMMA も上抜けるので、大きな流れとして上昇しやすくなるんですが、まずはこのダブルトップを否定してくるかどうかを見ておきたいです。では1時間足です。1時間足も基本的には GMMA の青帯が上向きの上昇トレンドを作っているんですね。金曜日は押しをつけてきて、ここから
から上昇していけるのかどうかというところですね。先ほどの4時間足で見たように、4時間足の GMMA からもうちょっと乖離があるので、もうちょっと下落する可能性も考えておきたいので、金曜日はちょっと反発してますが、月曜日もし下落から始まればこういう動き。そして4時間足の GMMA がこの辺を走ってますので、そこに接触してからの上昇になるのかというところを見ております。ただ、今基本的な流れとしては1時間足も上昇トレンド中ですので、ここから上がっていく可能性もあるんですが、先ほど言ったようにやはりダブルトップが意識されてきますので、まずはこういう動きを想定しておきたい。そしてここを上抜けてくると、今度は黄色のゾーン、ここですね。このあたりも上値が重くなってくると思いますので、ここからの下落っていうところも見ておいてください。まずはダブルトップからの下落。上昇してきた場合は黄色のゾーンからの下落。黄色のゾーンを上抜けると上昇しやすくなります。また下がってくればこの辺ですね。144円ぐらい。このあたりが4時間足の GMMA が走っておりますので、そのあたりまで来ると今度また4時間足の反発に入りやすくなります。なのでその辺を見ておけばトレードの方向とポイントっていうのが分かりやすいと思いますので、その辺参考にしてみてください。基本的に今、金曜日は若干上がり気味で終えてますが、ストキャスティクスは高値圏ですので、やはり月曜日は下落から始まる可能性もあるのかなと。もし上昇していた場合も、ストキャスティクス高値圏にありますので、一旦押しを待つ方が安全です。それでは本日は以上です。現在使用しているチャートはトレーディングビューと言いますが、使いやすいチャートですので、まだご利用でない方は概要欄の URL から無料登録をしてみてください。また、ノートのメンバーシップ会員を募集しております。毎朝更新の詳細な分析、そして週末の限定動画で FX のスキルを確実に向上させていきましょう。なかなか時間がなくて配信が聞けないという方は朝の分析を2倍速とかで視聴していただくだけでも多くのスキルと知識が手に入りますので、まずはながら聞きから始めてみてもいいと思います。もちろん週末の限定動画は FX のスキルをコツコツ学んでいくための分かりやすい動画になっておりますので、そちらもできれば視聴していただきたいんですが、お時間がなくて忙しいという方は朝の配信のながら聞きだけでも続けてみてください。こちらも概要欄に URL を貼っておきます。ご入会いただくなら5月上旬の今がお得です。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。